はい、こんにちは。今回なんですけれども、タイトルの通りですね、2022年上半期の価格帯別のノイキャン入り完全ワイヤレスイヤホンのおすすめをですね、ご紹介していきたいと思います。2022年もですね、半年過ぎまして、もう7月になっちゃったんですけども、完全ワイヤレスイヤホンレビューしてる YouTuber さんなんかももうランキングとかですね、いろいろ発表されてるんですけども、私もですね、ランキング最初つけようかなと思ったんですけども、ランキングつけると他の人とあんまり変わり映えがしない動画になっちゃうかなと思いまして、今回はですね、価格帯別で、さらにノイキャン入りのもののおすすめをですね、ご紹介していきたいと思います。価格帯としては6つの部門でですね、私が実際に使用した中でおすすめの完全ワイヤレスイヤホンをご紹介していきたいと思います。これまでですね、私が使用したものということで、全てのメーカーや機種をですね、試していたわけではないんですけども、実際にですね、私が使ってみておすすめできるものをご紹介していきたいと思っておりますので、ぜひですね、最後までご覧ください。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしてますので、気になる方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい、それでは早速ご紹介していくんですけども、まずは1万円以下でおすすめの完全ワイヤレスイヤホンをご紹介していきたいと思います。1万円以下でおすすめなのは、こちらですね。イヤーファンの AirPro 2となります。こちらですね、ノイキャンの性能もですね、めちゃくちゃ良くて、ハイブリッドアクティブノイズキャンセルが搭載されていて、現在だと、通常だとですね、8000円ぐらいで購入できるんですけども、Amazon だと結構クーポンなんかも配信されてたりなんかして、それを使うとですね、5000円強とかで購入できる完全ワイヤレスイヤホンになっていて、めちゃくちゃですね、性能高いです。音質なんかは安いモデルだと、とにかく低音によっちゃって、結構うるさいというか、ただ低音が強いだけのイヤホンになりがちなんですけども、こちらはですね、そんなこともなくて、低音は強めではあるものの、全体的なバランスも整えられていて、いろんな曲に合いますし、とても優秀なイヤホンになっています。このですね、スティック型ということで、このスティックがあるものがですね、好きじゃない方にとってはちょっとですね、嫌かなって思っちゃう部分もあるかもしれませんけども、このイヤホン本体なんかも結構ですね、光沢があって結構綺麗で、装着感もいいですし、耳から外れるって心配もないというのがとてもいいポイントです。イヤファン AirPro 2のデメリットとしましては、アプリが使えないというところがちょっとデメリットになっていて、アプリでいろいろですね、イコライザーをいじったりとか、タッチ操作のカスタマイズなんかをしたいっていう方だと、ちょっとですね、向かないかもしれないですね。そういう方は最近出たイヤファン AirPro SV っていうですね、モデルがあったりするので、そちらをですね、購入していただいたりとか、あとは私のチャンネルで前ご紹介したアンカーの LifeP3 ですね。こちらなんかもカスタマイズはですね、とてもいろんなことができるので、アプリを使ってたくさんカスタマイズしたいって方はこちらもいいかもしれないんですけども、私個人的にアンカーなんかは結構低音が強すぎて、ちょっと音のバランスがですね、あんまり好きじゃないなっていうのがあって、イヤーファン AirPro 2をお勧めとさせていただきました。はい、続きまして、1万円から1万5000円まででおすすめの完全ワイヤレスイヤホンをご紹介するんですけども、こちらですね、JBL のライブフリー2となります。他のですね、YouTuber さんの中でもめちゃくちゃですね、推している人も多いと思うんですけども、今年のですね、一番びっくりしたのはこのイヤホンかもしれないっていうぐらい、かなり出来がいいのにめちゃくちゃ安いというモデルになっています。こんな感じの豆粒みたいなイヤホンになっていて、私の親指と比べてもですね、これぐらい小さくて、装着したところを写真で撮るとこんな感じに見えるんですけども、耳の中にですね、めちゃくちゃ綺麗に収まりますし、装着感がめちゃくちゃ良くて、ピタッとですね、耳に密着するんですよね。でこの小ささなのにノイキャンも外音取り込みもですね、しっかりと使えますし、JBL サウンドですね、迫力があってパンチがある低音なんかも出していて、音楽もしっかりと楽しめるというので、めちゃくちゃおすすめのイヤホンになっています。JBL のイヤホンって結構ですね、ゴツゴツしていたりとか、結構メカメカしい感じで、女性はですね、つけにくいっていう方もですね、いらっしゃったかもしれないんですけども、このですね、ライブフリー2であれば、全然女性なんかもつけられますし、耳につけていてもそんなにですね、主張する感じもなくて、とてもいいんじゃないかなと思います。ちょっと表面が光沢があってキラキラしているので、このキラキラした感じが嫌いという方もあるかもしれないんですけども、もうめちゃくちゃおすすめですね。この1万5000円までで、ライバルになりそうなのっていうと、このチャンネルでもですね、私結構お気に入りってご紹介していたこのデノンのですね、AH830NCW なんかもあるんですけども、こちらはこのスティック型になっていて、形状も違いますし、ワイヤレス充電とか、アプリでカスタマイズなんかもできないっていうのもあったりして、今回はですね、やっぱりこのライブフリー2をおすすめとさせていただきました。それでは続きまして、1万円台後半のおすすめな完全ワイヤレスイヤホンをご紹介するんですけども、1万円台後半でおすすめのものはこちらですね。ワンモアのエボとなります。こちらですね、全然ノーマークだったモデルで、提供いただいたモデルだったんですけども、
ギリギリですね、1万円台で購入できるイヤホンになっていて、ノイキャンの性能がめちゃくちゃ強くて、1万円台でこれだけノイキャン効くんだなっていうのはちょっとびっくりしたぐらい、すごいモデルになっています。あとはワイヤレス充電なんかも使えますし、もちろんアプリなんかでカスタマイズできて、マルチポイントなんかにも対応しているモデルになっています。本体はですね、こんな感じの形状になっていて、表面がですね、セラミックで作られているということで、こんな感じのキラキラしたモデルになっていて、結構高級感もあるかなと思います。結構ですね、厚みはあるかなって感じるんですけども、ノズルの形状が結構ですね、縦長の楕円形になっていて、耳にですね、ピタッとくっつくような感じで装着されるので、全然ですね、厚みがあっても外れるって感じはないですね。で、こちらはですね、ドライバーもダイナミックドライバー1機とバランスドアマチュアドライバー1機が搭載されているハイブリッド構成となっていて、ハイブリッドドライバーならではの解像感の高さみたいなものもしっかりとですね出せていて、めちゃくちゃ気持ちがいいんですよね。でこの価格帯のライバル機種となると、昨年の1万円台のランキングで1位としてはゼンハイザーの CX プラストゥルーワイヤレスなんかもあるんですけども、こちらはですね、結構このデザイン面とか、あと装着感なんかはですね、ちょっとあんまり良くないなと個人的には思っていて、私の耳の場合ですとしっかりとはまらないというか、ピタッとですね、密着する感じがなかったりとか、あとワイヤレス充電に対応していなかったりとかで、ゼンハイザーらしくですね、音は素晴らしいんですけども、機能面の中で若干劣るかなという感じがあります。あと同じ価格帯ぐらいのライバル機種ですと、こちらですね、アンカーサウンドコアのリバティ3 Pro ですね。こちらも同じぐらいの価格帯であるんですけども、これと比べると音の傾向的に私はですね、ワンモアのが好きですし、高級感なんかもワンモアエボのですね、あるかなと思っています。このケースなんかもプラスチック感もあんまりなくてですね、ちょっとひんやりした質感のケースになっていて、アンカーの方は結構プラスチック感があったりなんかしてですね、私的にはこちらの方が高級感があるかなと思っています。本体のサイズなんかも比較してもですね、ワンモアエボの方がだいぶコンパクトですし、結構アンカーの方って耳につけてると結構主張しちゃって結構目立つっていうのがあったりもします。結構このパールっぽい感じとかもかっこいいんですけども、使ってみるとワンモアエボの方が満足度が高かったというのがあって、1万円台後半のおすすめのモデルとさせていただきました。はい、それでは続きまして2万円台前半の完全ワイヤレスイヤホンのおすすめをご紹介したいと思うんですけども、2万円台前半はこちらですね。ジャブラのエリート7アクティブになります。こちらですね、ライバル機種は同じくジャブラのエリート7プロなんですけども、前にですね、エリート7アクティブとエリート7プロを比較した時にも言ったんですけども、私の場合ですと、こちらのエリート7アクティブの装着感のがメリットを感じるなと感じていまして、運動する時とかですね、そういう時なんかもとてもいいかなと思っていますし、音質面なんかですと、エリート7プロもアクティブもですね、どちらもあんまり変わらないということで、私はこちらのが好きですね。前回ですね、その比較した時にご紹介したほどですね、価格差がなくなって、どちらもですね、同じぐらいの価格になっているので、こちらですね、どっちがいいかっていうのは結構、どこをですね、重視するかにもよるかと思うんですけども、装着感なんかを特に重視したい方は、エリート7アクティブでいいと思いますし、通話品質を特に重視したいって方は、エリート7プロでいいかなと思っています。どちらもですね、2万円台前半の2万1000円から2万2000円ぐらいで現在だと購入できますので、とてもですね、コスパが良くなって、完成度の高い、ジャブラのですね、イヤホンを使いたいって方にはとてもおすすめかなと思います。さらにですね、他のライバル機種ということになると、こちらですかね、JBL のツアープロプラスになるんですけども、ツアープロプラスの場合は、このノズルの部分がちょっと短くて、耳に装着した時の装着感なんかが、やっぱジャブラのイヤホンに比べるとちょっと劣るかなと思っていて、私はですね、ジャブラの方を推したいなと思っています。価格としてもですね、現在 Amazon だと、ジャブラの方が1000円から2000円ぐらい安いので、そういう部分でもいいかなと思っています。ジャブラの音はですね、低音のパンチがあるとか、そういう感じではないんですけども、どの音域もですね、バランスが整っていて、変にどこかの音域を強調するわけではなくて、聞き疲れしにくいですね、柔らかい音っていうのがとても魅力かなと思っていますので、そういうですね、BGM 的にずっと音を鳴らしていたいっていう方がとてもいいかなと思います。あとこのジャブラはですね、最初はマルチポイントが入っていなかったんですけども、アップデートでマルチポイント搭載されたということで、1本ですね、動画出してるんですけども、そういう部分でもかなりですね、コスパが高くなって完成度がですねより上がったモデルとなっていますので、2万円台前半としては私はジャブラのエリート7アクティブをお勧めとさせていただきたいなと思います。はい、続きまして2万円台後半の
おすすめの完全ワイヤレスイヤホンをご紹介するんですけども、2万円台後半のおすすめはやっぱりこちらですね。ソニーの WF-1000X Mark IV となります。結構この価格帯になってくるといろんなですね、いいモデルっていうのがたくさん出揃ってきて、よくですね、ライバル視されていたテクニクスの AZ60 とかですね、この辺なんかもとてもいいですし、あと最近ですね、発売されました同じくソニーのリンクバッツ S なんかもあるんですけども、このリンクバッツ S なんかのが最新モデルですし、他のアプリとの連携なんかもできて、センシング技術を用いていろいろですね、面白い体験ができますよっていうモデルでもありますし、コンパクトさで言ってもですね、WF-1000X Mark IV の方に比べて 40% 小さくなったということで、とにかく小さくてですね、コンパクトなものをつけたいという方にはこっちもいいかなと思うんですけども、やっぱりですね、使っていて満足度が高いというか、結構ですね、このデザインですね、イヤホン自体は大きくて、そういう部分でですね、私は基本的には小さいモデルの方が好きなんですけども、この WF-1000X Mark IV に関しては耳につけていてですね、やっぱ遠くから見て、WF-1000X Mark IV を使ってるなっていうのがすぐわかるっていうポイントとかですね、結構いいイヤホンを使ってるなっていうのが見えるだけでですね、結構テンション上がりますし、使っている時のですね、やっぱ満足度が高いんですよね。装着した時の Bluetooth 接続しましたっていう音とか、タッチ操作している時なんかの操作音なんかっていうのも結構良くて、そういう部分なんかを含めて、やっぱりですね、フラッグシップモデルは満足度が高いなと感じています。こちらの WF-1000X Mark IV が発売されてから1年経ってはいるんですけども、発売当時は33,000円だったのが、今だと27,000円前後で購入可能ということで、かなりですね、当時に比べるとコスパも高くなって、満足度もですね、より一層上がるんじゃないかなと思っています。私のチャンネルだとですね、先ほどご紹介したテクニクスの AZ60 とか、それからリンクバッツ S ですね、この辺なんかと比較した動画もですね、アップしていますので、ぜひですね、その辺も参考にしていただいて選んでいただければいいかなと思うんですけども、外にですね、出かける時なんかに持ち出したくなるというイヤホンってなると、WF-1000X Mark IV になりますので、やっぱりですね、満足度高い一品に仕上がってるんじゃないかなと思います。2万円台後半のおすすめは、ソニーの WF-1000X Mark IV となりました。はい、ということで最後ですね、3万円以上の完全ワイヤレスイヤホンのおすすめなんですけども、3万円以上はですね、もう皆さんもうお分かりかもしれないですけども、こちらですね、ゼンハイザーのモメンタムトゥルーワイヤレス3となります。こちらはですね、他の上半期のですね、ランキングなんかをつけてる YouTuber さんみんなですね、一番に推してるモデルだと思うんですけども、今年はですね、もうこれが完全ワイヤレスイヤホン界の話題をですね、かっさらっていったモデルになるんじゃないかなと思っていますけども、中身はいいけどデザインがちょっとなって思う方も結構いらっしゃるんですけども、そこをですね、除けばですね、やっぱり素晴らしいイヤホンですし、ノイキャン制御用と DAC 用のプロセッサーをですね、1機ずつ搭載されていて、しっかりとノイキャンも音質もですね、十分担保されたモデルになっています。モメンタムトゥルーワイヤレス2ですね、前作に比べて音の分離感なんかがすごくですね、上がっていて、より一層ですね、楽器ごとのですね、音をしっかり聞きたいっていう方なんかですと、とてもですね、満足できる一品に仕上がってるんじゃないかなと思います。ノイキャン用とですね、DAC 用のプロセッサーを分けたっていう話をしたんですけども、それなのにかなりですね、コンパクトになっていて、小さくなりすぎてこのですね、イヤーウィングをですね、つけなければいけないぐらい小さくなったという部分はですね、とてもすごいなと感じていて、ゼンハイザーのですね、技術力がですね、めちゃくちゃ上がってるなというのを感じました。前作はですね、結構耳に装着するとですね、キラキラするような感じで目立ちやすかったんですけども、今回こちらですね、ブラックなんですけども、イヤホン本体に対してロゴの部分とかが特に色が変わったりなんかはしてなくて、耳に装着していてもそんなに目立たないですし、どんなファッションには合わせやすいイヤホンになってるんじゃないかなと思います。で、3万円台のイヤホンってですね、私のチャンネルだとまだまだですね、ほとんど購入ができてなくて、前にご紹介したバンガンドオルフセンのですね、ビオプレイ EX、E10 と呼ぶのかもしれないですけども、こちらですね、3万円台のイヤホンだったんですけども、こちらに比べると、やっぱりですね、ノイキャン性能なんかは、ゼンハイザーの方がですね、圧倒的にいいですし、それでいてしっかりと音質も担保しているということになってます。バンガンドオルフセンもですね、イヤホンの表面もガラスで作られていて、このキラキラした感じとかですね、高級感なんかはやっぱり素晴らしいなと思いますし、音質もですね、高音域の結構キラキラした感じとか素晴らしくて、とてもですね、いいんですけども、ノイキャンついている割にノイキャンはですね、あんまり効かないっていうのがあったりとか、毎日ですね、充電していれば全然いいかなと思うんですけども、私の場合いろんなイヤホンを持っているので、毎日ですね、このイヤホンばっか使うわけではないということで、イヤホンをですね、ちょっと充電せずに置いておいたら、バッテリーがですね、なくなっちゃったっていうことがあって、せっかくですね、価格が高いので、もうちょっと完成度が上がっ
っていればよかったんですけども、そういう部分がちょっと私的にはいまいちだったかなと思っていて、ゼンハイザーの方が完成度高くてですね、とてもいいなと思っています。ゼンハイザーの、デメリットとしましては、先ほどのデザイン面とかですね、このイヤホンケースにですね、この真っ白なロゴっていうのが私的にはあんまりかっこいいなとは思わなかったんですけども、そういう部分以外はですね、とても満足度の高い一品に仕上がってるかなと思います。私のチャンネルでもですね、このモーメンタムトゥルーワイヤレス3のファーストインプレッションレビューから他のイヤホンとの比較とかもですね、何本も動画出してますので、その辺もチェックしていただけると嬉しいです。はい。ということで今回ですね、ノイキャン入りの完全ワイヤレスイヤホンですね、価格帯別におすすめのものをご紹介してきました。おさらいしておくと、1万円以下のものがイヤーファン AirPro 2ですね。1万円台前半ですね。1万円から1万5000円までのおすすめが JBL のライブフリー2。1万円台後半、1万5000円から2万円までのイヤホンのおすすめがワンモアのエボですね。で、2万円台前半のおすすめがジャブラのエリート7アクティブ。2万円台後半がソニーの WF1000X Mark IV。3万円以上のおすすめがゼンハイザーのモーメンタムトゥルーワイヤレス3となりました。その他ですね、それぞれご紹介している時にライバル機種としてですね、ご紹介したモデルなんかもとても素晴らしいかなと思うんですけども、今現在ですね、私がお勧めするとしたらこちらになります。どれもですね、ノイキャン入りの完全ワイヤレスイヤホンということで、外を歩いている時とか、あとカフェなんかですね、それからテレワークなんかで周囲の音に邪魔されずに音楽も楽しみながら作業に集中したいという時には、ぜひですね、参考にしていただければと思います。今回はですね、各イヤホンのですね、詳細っていうのはご紹介できなかったんですけども、すべてのイヤホンですね、私のチャンネルだとしっかりとですね、細かくレビューしている動画っていうのが上がってますので、それぞれのですね、動画もチェックしていただけるととても嬉しいです。今回ですね、上半期ということで、こんな感じの価格帯別のおすすめ動画っていうのを撮ったんですけども、年末にはですね、それの価格別に、ランキングなんかもですね、しっかり点数付きで作ったりとかしていこうと思いますので、その辺もですね、興味ある方っていうのは、これからもチェックをよろしくお願いします。はい。ということで、今回の動画はここまでとなります。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしてますので、気になる方はこれからもチェックをよろしくお願いします。それから私はブログもやってまして、ブログでも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしてますので、時間がある時にチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。